太です。タイです。今日はタイのチェンマイに来ています。今日は日本のダメなところ5選というのをご紹介してみたいと思います。はい。話しにくいテーマではありますけれども、そうですね。いろんなね、世界6カ国、10都市を住んでみて、でいろんな人たちと出会ってみて、で感じた日本のここをもうちょっと直した方がいいという、これはこう変えた方がいいってより良くなるためのね、お話をしていきたいと思います。私たちは日本大好きですけど、大好きです。で、この前もね、帰って本当にやっぱ最高やなっていっぱい思ったんですけど、でもそれとは別で、またここがもっとこうだったらいいなっていうことがいっぱいあるので、そこを少し今日は話していきたいなというふうに思っております。というのもね、この30年間、ほとんど日本の経済が伸びていないというのはあなたもご存知かと思います。で、どんどん海外に出るとひしひしと感じるのは日本の影響力の低下。どんどん今まで日本の商品だったものが、どんどん外国製の製品に変わっていっている、このアジアでも。で、あとは、ポップスターであるとかも大体K-POP であるとか、他のところに変わってきている。今までもうアジアにおいては日本がダントツの人気だったのに、そうではなくなってきているということがどんどん変わってね。で、さらに言うと、日本人の幸福度は非常に低い状態にあるということで、こんな豊かで素敵で快適な国なのに、美味しいし。でもこの幸福度が低いっていうのは非常に残念だなと思うので、それを向上させるにはどうしたらいいのかっていうのをね、一緒に考えていきたいというふうに思います。はい。ちなみにこのチャンネルは、数ヶ月ごとに国を移住している私たち経営者、夫婦が、世界の現状だったり、あるいは世界の移住方法、旅行術、あるいはビジネスの進め方などをお話ししているチャンネルです。もしよかったらぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。Let's get started! チャンネル登録お願いします。さあ、一つ目の課題は、あゆみさん何ですか？はい。まずですね、これ私も含まるんですけど、我々も、我々含まるんですけど、英語力が弱すぎる。はい、弱いです。本当に弱い。本当に私たちもっていうことなんですけども、2023年 EF 英語力指数という調査があります。世界中の英語力を調査した指数です。この調査によると、日本ではアジア23カ国中、15位という非常に低い位置。世界でも87位。これは5段階評価で4番目という位置で、非常に低いレベルというふうに分類されています。で、英語力が非常に低い。これは、反論はもちろんあろうかと思います。例えば、いやいやと、この経済大国日本を見ろと、これまで英語とかほとんど日本を話せなかったのに、日本で世界で第4位の経済大国になれたんじゃないか、というふうに、いう意見もあろうかと思います。日本語の方が大事だってあろうかと思います。そうですね。ところがそれは今までの工業化時代の考え方だったんです。いい商品を作れば売れると、世界に。で、実際そうだったんですよ。本当に日本っていうのは他国とズバ抜けていい商品なんだ。本当に。日本製品といえばいい商品っていうね。未だにちょっとね、それ残ってるもんね。だからトヨタ、ホンダやソニーさんがたくさん海外で商品を売ってくれて、それで日本が豊かになれたというような経緯があります。ところが、この特に10年ぐらいは全くそうではないと。世界的企業がどんどん、出なくなってきている。今までのソニーさんとかトヨタさんとかも何十年前の企業。私的にはさ、今のアップルとかさ、もうちょっとアップルも今下がってきてるけど、アップルみたいなさ、Facebook、テスラ、そうそう、あんな感じでさ、いろいろ世界的な企業がどんどん出てくる。だと思ってたよね、昔ね。でも、そういった形で、どんどん中国企業、韓国企業の営業が、例えば日本の自動車においても、アジアでは今、席巻しつつある。圧倒的一番やったのにさ、ですよね。今最近増えてきてるもんね、他の国の。本当にたくさん出てきております。というわけで、それはなぜかというと、やはり、この英語力が一つあろうかと思います。あるよな。というのは、これからは、他国と他の人といかにコミュニケーションを取っていくか、あるいは PR していくか、ブランディングをしていくかっていうことを考える必要がある。その時にやっぱりコミュニケーションというのが大事になってきて、もういかに時代が進もうともやっぱり共通言語は英語ということになる。本当よね。いうことは、やはり我々がこう住んでも実感してますよね。特にやっぱ外国の人と話す、タイ人と話す、インドネシア人と話す、一方ヨーロピアンも来てますから、話すというと、やっぱり英語になってしまう。そうやな。でも部屋の隣ドイツ人で、なんかフライトアテンダントの方で。
英語で話しかけてくるっていうのは、そうやなやっぱり、それが普通になってきているので、うんこれからはインバウンドもありますし、どんどん我々が外国の方と接する機会が増えている。本当よね。それで我々が一人一人いい印象を与えられたら、日本いいとこだね、行ってみようかとか、日本の商品いいね、買ってみようかっていう風になると思うので、我々一緒にね、この英語力をそうやな向上させていきたいという風に思いますこ。っちだってさ、店員さんでも結構喋れるもんね。喋れるみんなね、東南アジアとか東は。南アジアもすごいよねベトナムとかタイとかっていうのは日本より英語力上ですから、そうやんね。大学クラスになるとみんな話せるという状況で、話せないと仕事がさ、そういい仕そうそうそう事つけないっていうのがやっぱあるからな。で日本もこれからそうなっていくはずなので、うんぜひとも我々ね、一緒にこのそうね何歳であっても英語力を鍛えていきたいなと思います。で私が嫌なのは、はい。こういう英語力なんか関係ないって言ってる人が、英語ペラペラだったらまだいいですよ。ペラ大体ペラちゃう話せなくのにて挫折してるなるほどな。人があるな。有効かどうかわからないわけじゃないですか。要は話せる有効さとかがわからないのに言うのが、うんまあちょっとどうかなと思うの確かにで、まあそういう人確かの意見は聞かずにでね、話せる人がまあ、いや日本語力大事だって言ったら、まあそれはねそうやな、聞く価値確かになはあると思いますよね。うん選択の幅が全然ちゃうもんな。全然違う。特に情報量が全く違くて、確かにインターネットにおける日本語の情報というのは 2% ほどしかないそうなんです。めっちゃ英語がだいたい5偏ってるな割以上。ええだからまあ、確かに。どんな情報も一旦英語に変換されるという傾向があるんで、私も YouTube よく見ますけど、例えば、チェンマイの住み方って言ったはいはいら、はいはい。英語の YouTuber の方がよっぽど詳しく情報を出してくれてるんですよね。小室祭りもそうやった。小室祭りでもそうですね。どんなことにも今そういう傾向にあるので、ぜひ一緒に勉強できたらなというふうに思っております。はい。では、二つ目なんですけれども、これは、売り込みが下手。はい。さっきの英語力とちょっとセットになってるところはまあ確かにあるとそうかも思いますね。うんコミュニケーション力、自分をどういうふうにアピールして伝えて、物を販売したりしていくっていうのが、外国人は非常に長けてるなというふうにいやー、ほんとそうだよね。思います。我々もまあ、最近はね、やっと外国人と話させていただいたり、たまに友達にならせていただいたりっていうことがあるんですが、ちょくちょく売り込みを入れてきたりとか、まあ例えば、タクシー乗ったりですね。タクシー、すごいね。乗った時に結構、あるよね。そう、グラブというのを使うんですが、うん。偉いよね。結構まあ、当たり前のように売り込みをしてきます。それもやらしくないよね。そうそうそう。あそこは行ったのかとか言って聞いてくるんですね。観光地行ったかって聞いてくるんですね。いや、行ってないよっつったら、いつ行くんだみたいな。うん。案内しようかみたいなそう感じで。そうそうそう。で、ちゃんと名刺も用意してたりしてさ、なんかそれ配って場合によってはきたりとか。 QR 用意してたりとか。そう後ろに貼ってあったりみんなそれぞれいろいろね、仕事を得ようとね、そう頑張っていると。偉いよないうふうに。私たちは結構このセールス上手だなって感じたりとか、セールス頑張ってるなっていうことにすごい好感度を覚えるというか、自分たちもやっぱビジネスやってるがゆえに、ちゃんと努力してるなとか、そういう風に感じちゃうっていうね。で、さっき言いましたけども、商品力に今差がなくなってきている時代なんですよね。我々も中国製品使ったり、韓国製品使ったり、日本の製品使ったり、アメリカの商品使ったりします。どれも素晴らしいんですよね。まあそうやな。めったに壊れない。あんまり変わらんよな。ということになると、やはりブランドイメージであるとか、そこにどういう人たちがいて、どういうコミュニケーションを取ってるかによって買おうか買うまいか決めると。どうせだったら、例えばタクシーだったら、このタクシーのおんちゃんにお願いしたいということになるので、いかにコミュニケーションを取っていくかということが大事になる。だからこれは英語とセットで我々、やっていかなきゃいけないっていうことだと思いますね。そうやね。日本でもさ、インバウンド最近増えてるやん。で、その時にさ、多分タクシー運転手さん絶対売り込みしてないよね。絶対売り込みもしてないし、話せないし、話せないよな。たまに聞くのは、ね、そういう人じゃなくて、めんどくせえなとか言う人いますよね。いるなんか乗ってほしくないぐらいの人いるもんな。そういう高飛車な人でももしさ、それでさ、タクシーの人がさ、おすすめのさ、なんかこの回るプランとかさ、そこでもしおすすめしてたら、きっと取れてるよね。絶対取れると思うよね。でも多分やってないんちゃうかなって思うから、もったいないなって思います。という感じでね、この日本人の売り込み下手というのは今までは必要なかったけども、これからは絶対必要になってくる項目だと思うので、これも一緒にね、鍛えていきたいと思います。本当ですね。で、ホテルもね、特にこれ旅行者側のちょっとノウハウというか、ぜひやった方がいいことをお話しすると、ホテルは、不満だったらちゃんとクレームを入れることが大事ですよっていうことなんですよね。日本人我慢強いからね。我慢しちゃうね。ちょっと我慢しちゃうからね。高級ホテルであっても、たまに水はけが悪かったりとか、ちょっと埃っぽかったりするところって結構あるんですよね。で、その時に日本人の多くの方は、我慢してしまって、
例えばツイッターとかで、あそこのホテルはダメだったとか、そうそう不安が溜まってね高級ホテルなのにとかっていう、あとこんな高かったのにっていうかもしれませんが、うん彼らはあんまり悪気がなくそれをやっているのでそう、やね。しっかりとした主張をしたら大体通ります。ほんとそう。うん。基本的にはさ、もう言ってなんぼっていうか。言ったもん勝ちです。で、言って断られたらそれで判断すればいいわけですね。そうそうの時に初めて、あ、こういうの会社ダメだったんだとか、あ、このホテルダメだったんだっていう判断すればいいわけであって、そうやな大体結構アップグレードしてくれたりとか、あ、そうだったんですね、だからごめんなさいみたいな感じでねそうやな、もうすぐ悪気、ないからね。すぐ翌日人を派遣して掃除させますみたいなね。そう、我々も悪気はない。悪気はない Airbnb よく頼んで、そう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 たまにまあ、そういう設備が不具合だったり、そうそうそうする時あるんで、まあ、洗濯機が壊れたりね、しましたけど。なんかあったけどもうね。すぐ飛んできてくれて、すごい、そうなんですよ。笑顔でね、そう対応してくれて、直頑張ってくれてしてくれるっていうそうなんですよ。ことも、たくさんあるんで、しっかりと主張すると。そう、リクエストが大事です。そうクレームじゃないです。そう、リクエスト。要望。ご要望です。はい。はい。私なんかもうその、エアビーとなくて、なんか不具合とかさ、そういう何かこうあった時の、急激な英語力の上昇その私たちって私というかね。私は、さんというそう、かね。私はその一瞬だけ、なんかやたら英語力向上して、めっちゃ英語でメッセージ、あーってすごい速さで送れるっていう謎の、なんやろね、人間切羽詰人まったら、間だと思うよ。これはやっぱ引き出される引。き出されるんかなすごい速さで交渉するっていうことができるようになってるから。まあ、とにかく基本的には私は、断られたらそれはしょうがないけど、リクエストを絶対するようにしてます。というわけで、ぜひ、まあね、一言ね、もし何か不満があったら言ってみていただければというふうにそうやな早めに言っていいよ思ます。うん。最後にですね、この件に関して、このインド出身のある起業家の方のお話をしてみたいと思います。皆さん、亀田製菓ってご存知ですか？みんな知ってるよねはい、でも亀田製菓です。うん亀田製菓の今 CEO、社長さんはなんとインド出身の方なんです。うんで、その方、もう日本の国籍が取られましたが、完全にインド出身、インド育ちの方で日本語ペラペラすごいよね。なんですけども、この、ジュネ・ジャ・レカ・ラジュさんうんという方の言葉を紹介したいと思います。はい。なんとですね、私たちその人の講演会に参加して聞いたんですけれども、もう日本愛がすごいんですけど、日本人は作り出してる商品最高だと。で、みんなよく働く。そして持ってる技術も素晴らしい。ただ唯一、一個だけ、自信だけがないっていう風にね、言ってて、だから安売りになってしまう。本当にもったいないってすごく、若干怒りながら言ってました。そう、日本はね、本当になんでやって言って。我々のこっち来て思うんですけど、製品は本当にいいです。で、例えば、100円ショップの商品がありますよね。うん日本では100円とか110円で売っている商品で。ところが、タイでは、なんと240円。うん。今はもうちょっとバーツ高ですから、もうちょっとしてるかもね240円以上で売られている。そうです。でも、ちゃん普通にねとタイ人の方が買うんです。なぜなら、質がいいから。で、マレーシアでは180円以上そうだで売っね。ているわけなんです。でも買うんです。全く同じやつやで。そう全く同じ名前も変えてない。日本語に書いてある。もうパッケージも何も書いてない。そう、あれを普通にそのまま売ってるからう。ん。でも、それだけ高くても、要は、給料は我々よりはやっぱり低いわけです。うんでも、それだけ高くても買うという理由は、ね商品がいいからであえ。る。そうなんですよ。だから日本ではとにかくいい製品を安くっていうことをやっていたがために、なかなか頑張ってもすごい質がいいのに、収入は上がらないという傾向にあるので、とにかく自信を持って売り込んでいこうと。ほんとほんと。特に、まあ、我々ね、中小企業の海外進出のお手伝いをさせていただくと、もっと自信持てばというこん方たち。なん売れるんですかねそうみたいになっちゃうからね。例えばね、こうタイっていうと貨幣価値が低いからみんな買うんですかね。いやいや違うんですよと。もう、富裕層増えてるからね2倍3倍の値段でも買っていく人はいくらでもいるんですよと。日本の信頼もたくさんあるし、富裕層もたくさんいるしということで、ぜひね、一緒に海外に出ていきましょう本当というふうにですね。言っています。はい。三つ目。大都市の多さに疲れちゃう。はい。これはもう人の多さという意味ですけど、我々、帰りましたと。1ヶ月ほど前に、はい帰国ね3週間ほど一時帰国をして参りましたと。その時感じたのが、うわー、きついなと。大阪と大都市ね東京と両方行って、そう。梅田むっちゃ人多くなっててびっくりしたし、もう大阪駅も本当に人の多さは。たどり着けないみたいな、もう場所まで行けないみたいな、人すごいみたいな、なんか久しぶりにあんなにいっぱい人見たみたいな感じだったし。新宿駅、品川駅、ねえ渋谷駅にも行きましたけど、すごかったね本当に人が多くて。毎日通勤してる人たちほんまにご苦労様って感じですよ。で、これがね、あの中でっていう。
通勤している人たちのこう映像が YouTube に結構上がってるんですね。ラッシュアワーの、そうやんな。あの日本といえばそれが有名みたいな。そう、有名。で、よく英語の先生なんか話すと、あ、見たわよ、YouTube みたいな。本当にあんなことあるのかって言ってクレイジーって言われてね。ありえないぞ、みたいな。なんで我慢してるんだとかって言われるんですね。まあ、これフィリピン人だけじゃなくて、いろんな、外国人の方に言われます。そうだよね。確かにこれは忍耐強いという意味でいいことではあるんですけども、だからこそなかなか幸福度が上がらないという面もあって、まあこっち行くとね、本当にこの豊かな環境というか、穏やかな環境で仕事もできて、クリエイティブな発想もどんどん出てくるし、実は多くの方がこういった環境で仕事をした方がいいんじゃないかなというふうに思っているので。出社スタイルをね、まあちょっとさ、コロナ禍で出社スタイルって変わって、前よりはちょっと自由になってる、多分会社増えてるかもしれんけど、よりね。とはいえよね。より世界に比べるとというね。日本人のさ、でも人でさ、このチェンマイで会った人がさ、日本の会社に勤めながらも。そう、2、3人いたね。2、3人。日本の会社に雇われながら、ノマドが許されている。そう、社員さんなのにね、あのスタイルめちゃくちゃいいよね。いいよ、ネットが繋がればっていうね。あると思わへん。他にもきっとできると思う。で、なんと我々の知り合いでは、それを会社員の方でね、交渉して勝ち取った方もいるんですよね。そうやんな。ネットだけでできますよね、これって。だったら、どこにいてもいいんやったら、例えば月1回出社でいいですかとかっていうような形にして、世界上旅行しながら、普通に仕事をしてる。効率が上がるんやったらそっちの方がええやんっていう話になってくるからね。で、今ネット問題に関してほぼクリアされていて、ここの今のカフェも300メガぐらい出てるんです、ね。早い、ここビュンビュンやもんね。そう。というわけで、世界中でも今仕事できる環境になってきてるんで、そういった人たちが増えたらなというふうに思って。いや、ほんまにそうやんな。4つ目。4番目行きましょう。レスポンスが遅い。これは結構致命的。お店のね。お店だけじゃないです。全てにおいて。いろんなもの、ビジネスにおいてのレスポンスとかね。小習慣においての反応決断が非常に遅いと。で、これはね、よく海外に出ると聞く例なんです。日本は、こう、例えば商談に来ると。商談に来た時に、外国の企業と話をすると。で、そうすると、その日本人の人たちは、じゃあ持ち帰りますねとか。そこで決まらんっていう。検討しますねとか。あるいは、ちょっと役員会にかけますねとか、いうことがあったりして、もちろん役員会は必要なことはあるかと思うんですけど、外国の方はですね、ほとんどが、はぁみたいな、あなた決済者じゃないんかいと。決済するために来てんじゃないんかいというような形で、不満を持って、じゃあ他の企業と取引しようっていうことが結構多いらしいですね。そう確かに。そう。で、これは我々もね、今、海外にいて、日本の帰るときに、会場ね、大きめの会場をいくつか予約しようとしたんです、大阪、東京で。問い合わせもね。問い合わせを各社しました。そう、遅い返事が遅かったりね、メールが来るの遅かったり。そう。あと、なんか、こうやりとりしてるのに、メール途中で終わってもまんま放置みたいな。そう。こっちが続かないと電話して、来てないんですけど、みたいな。なんでやねんっていう。こちらはね、1回あたり何十万、50万以上の金額を払うと、これ飲食店だったら結構大きいと思うんですね。これが得られるか得られないか。今、例えば会場空いてます。でもお待ちください。どういうことやねみたいな。そう、なんかそういう、ちょっとのんびりしてるなーっていうな。こっちはさ、もう、お金もらえるんやったらさ、即やりますぐらいの、なんやろ、そこに対する、稼ぐことに対する意識がむちゃくちゃ高いからこそこのレスが多いんかなっていう、レスが早いのかなって思うんやけど、そこがなんか、まあ、日本が幸せがゆえにかもしれないけど。給料は保証されてるみたいな。そう。そこがなんかね、スピードが結構遅いかなって感じることもあるよね。だから一社だったらまだ分かる話なんですけど、ほとんどの会社がそういう反応だったんで、確かに。うわ、遅いなと。一方海外では結構 WhatsApp ってアプリが、そうやね、WhatsApp。流出されたり、Facebook メッセンジャー。メッセンジャーあったりして、そこで問い合わせると本当にすぐ帰ってくる。めっちゃ早いよね。秒で帰ってきたりとかするから。会場空いてますかとか、あとはこれをレンタルしたいんだけどできますかとかってすぐ帰ってきて。そうやな。簡単で早い。それがすごい。すごいいいなっていうふうに思うので、これのレスポンスの速さっていうのはやっぱり変える必要があるかなというふうに思っています。ねえ、本当だね。はい。で、さらにちょっと番外編としてお話ししてみたいと思うんですけど、日本人は、これいいところでもあるんですけど、人の目をちょっと気にしすぎかなというところがあると思います。確かに。人の目があるからこそ綺麗を保ったり、ルールを守ったりっていうところはいい部分ではあるけどね。
だから人に迷惑をかけないようにという精神がよく出る場合もあるけれども、ちょっとそれを相手にも強要してしまう。だからご近所騒音問題とかってあるじゃないですか。うん、確かに。これベトナムでは絶対発生しないんですよ。ベトナム近いからね。全員が騒音だからね。全員がうるさい。カラオケカラオケを自宅でね。自宅しかも、なんか中でオープンの、なんか結構もう扉開いて、フルオープンでカラオケ歌ってって近所上に響き渡ってるみたいな。めっちゃ面白いよね。まあとはいえ、いいやみたいな。深夜までやるかってそんなことないんですけど、まあそうよね。別に普通の時間はやっている感じで、なんか帰ってきたらみんなでカラオケしよう。そのうちなんかご近所さんも集まってきたりみたいな、そんな感じで楽しくやってるなと。なんかすごい許容範囲が大きいよね。なんか、まあ私も迷惑かけるけど、あなたも迷惑かけていいよ。みたいな。だから、どうせ生きてる以上迷惑かけるんだから、相手の迷惑も許容しようと。何も多分考えてないやろうけどね。もうあまりにもなんていう自然すぎて、それが。これはよくそういう意識もない。何人か日本に働きに行った方に聞く話だと、日本は本当に最高の国で素敵なんだけど、すごくルールが多い。窮屈。そう、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない。しかもそれが、法律ではない、なんか常識みたいなことが多すぎて、ここではこうしなきゃいけないみたいな。もうタイなんて、こう、電車乗っててもみんな、スピーカーフォンで話したりとか、するけれども、あっちでも、電話絶対いけないみたいな。そうやな。日本ではね。だってタクシーの運転手さんがさ、電話さ、しながらさ、音声通話しながらさ、タクシーでやってたりとか、しょっちゅうあるもんね、ビデオ通話とかしながら。で、アメリカでも、ファーストフード店が暇な時は店員が踊っているみたいな。そうやな。音楽にノリノリでなんか、とかやってたりとか。すごい楽しそうにして、こっちは逆になんか幸せをもらってるなっていう。こんなに楽しく働いてる店員さんええなって思ってまうよな。多分あれ日本でやったら、そんなふざけてんじゃないとか。言われるかな。お客さんにも言われるかもしれないし、店長さんとか。言われるかもしれない。そっちろそんなんなったらっていうことになるかもしれない。隙間時間スマホやってるもんな。で、大事なことは、そんな外国なんですけども、そんな自己主張が強くて、まあ、ある意味いい加減というか、すごく仕事に対して真剣なわけではないけれども、日本よりも発展してると。そうやね、経済発展スピードがすごいもんね。スピードもすごいし、まあ、この間もね、ハワイ行ったけど、じゃあクオリティが高いかって言ってね、高くはないんだけども、日本の3倍の料金をしっかりいただいていると。ね、もうチップなんて 20% からとかどういうことやねんってこっちは思うんだけど、決まっとんかいみたいなね。それでも全然経済として成り立っているということは、我々何か変える必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、これマイナス点というのは当然ながらいいところでもあるので、だから日本は安全だったり清潔だったり非常に静かだったりするので、まあいいところでもあるんですが、まあお互いね、良さを学んでいきましょうっていう感じはします。はい。はい。というわけで、じゃあ最後の項目いきましょう。最後の項目は、海外への関心が薄い、低い。非常に低いですね。寂しい。ほとんどの人たちが日本円だけを頼りにして、日本語だけを使って、仕事をしたり、生活をしたりしていると。で、これは、まあ、それで成り立っちゃうのが素晴らしいところでもあるんですけれども、ちょっとなんか、寂しいなっていうところはあって、やっぱり海外といろいろ私たちなんかはね、接点を持っていきたいし、世界の文化や風習どうなってるのかっていう知っていきたいし、本当にこの生活やってよかったなというふうに思うので、ちょっとね、皆さんにも海外移住を進めたいなっていうところはあるんですね。いや、本当そうですよね。なんかさ、海外出て日本の良さめちゃくちゃ感じて、だからこそ日本のものをもっと海外に持っていける。高く売るというね。っていうすごいそういう発想になったりもするやろうし、なんか今まではさ、日本だけの中での経済で十分成り立ってたけど、でももう今後はさ、どんどん日本の経済が、まあ人口が減るってことは確定してるから、だから、まあ今、ね、年配の方はこのまま、その日本の中で生きていくって決めてて、もう、で海外なんか行かなくていいって思ってる人はいっぱいおるかもしれんけど、未来の日本のこと考えるとさ、やっぱ海外のところのその何かしらのルート作ったり、いつでもね、行けるような形にしておくっていうのはすごく大事やなって思うよね。そう、その面で言うと今日本の海外在住者は約140万人と言われています。そのうちで結構な割合が、駐在の人ですね。そうね。つまり企業から派遣されて、まあ自分の完全な意思ではないけれども、移住している人。で、自ら我々のように移住したりとか現地に住み着いたという人はそこまでいない。一方で韓国、人口5000万人、5100万人います。なんと700万人が海外に住んでいます。すごいよね。
ですからもしかしたら WBC の日本の、ロサンゼルスで開かれた WBC があったんですけど、はいその時に、ほとんど日本対韓国で、9割ぐらいが韓国の応援だったっていうのを驚いた方もいらっしゃると思うんです確ね。かに。それはもうアメリカの韓国コミュニティでめちゃくちゃすごくて、それでフォーエバー21が生まれたりとかしたので、そういった海外で暮らすことによって実は母国のためになるんだっていうことが我々明確に分かって確かに。きたんですよね。そうやって韓国で、例えばここに、チェンマイにたくさん暮らしてますと。そうするとこちらにサムスンショップが建ったりとか、リサっていう K-POP スターが、タイ人ですけど生まれたりとかしてですね、それの中でいろいろ、韓国に興味を持ってくれる人が増えていると。そうやな。いうことで、今のね、この韓国の成長だったり、台湾の成長だったりがあるんじゃないかなというふうに思います。そうやな。さらに話すと、中国には14億人の人口に対して1億以上の華僑がいると言われていると。めっちゃすごいよな。これは本当にどこ行ってもいいもんな。絶対中国料理屋さんいっぱいあるしな。コタキナバルとか行くと、英語とかマレー語よりも漢字の方が多いみたいなね。ほんまに。ところがたくさんあって、で、彼らは我々もね、華僑の戦略、実際お話しさせていただいて聞いたんですね、華僑の方に。もう、完全に一族をいかに反映させるかっていうのを、国というより。そう。国で、国に散らばろうという意識ですね。いろんな国に散らばって、どこがダメでもどっかが、上がれるし、で、その情報をやり取りしながら、うちの国はこうだ、あっちの国はこうだ、じゃあこう輸出しようみたいな感じで、ビジネスが成り立っていくと。いうことで。幼き頃からの戦略。なんか金持ちなのは当然だなっていうような。いや、思ったよね。もう戦略があるということで。だから我々も、140万人ということで、せめて、1000万ぐらいいたらいいんじゃないかなと私は思ってるんで、確かに1000万人が世界中に散らばっていくと。そこでいろいろ現地に馴染んだりとか、交渉したりとかしながら、ビジネスとやり取りしていくっていうことは、経済にとってもいいし、何より楽しいと思うんですね。そうだね。だってどこに行っても友達がいるっていうのはすごい。そうやな、安心やしな、楽しいことですよね。だから、そんな形で一緒に海外の移住をね、していけたらなというふうに思っています。日本のパスポートで行ける範囲めちゃくちゃ多いので、ぜひぜひ。日本はまだ 17% しかパスポートの取得率がないと呼ばれていて、信じられないね。ヨーロッパではだいたい 70% から 80%、多くの人が、ほとんどの人が持っている。で、アメリカ低いって言われてるんですよ。確かにアメリカ人あんま合わないですから、低いんですけど、30%から 40% は、40% ですね。ぐらいの方々は、パスポートを持っている。日本は 17% ということで。すごいよね。低すぎる。海外の関心が低いので、ぜひともね、一緒に海外に出てきたいなというふうに。やっぱさ、昔のさ、海外旅行の高いイメージがあるんじゃないかな。もう、今やさ、めちゃくちゃ安いやん。安いけど、だから高くなってるから少なくなったのよ。ね、10年前は多かったの、逆に。10年前、20年前は多かったけれども、今はどんどん少なくなってきている。バリ島の例で話すと、現地の日本人起業家が言っていたんですけど、旅行者が比べて、コロナ前に比べて、10分の1だと。すごいよね。めちゃ言ってるよね。で、面白いね。日本人だけが戻ってきてないと。言ってたな韓国人、中国人、ヨーロッパ人、オーストラリア人戻ってきてると。で、確かにバリ島行くと、人に溢れている。そうよね。オーバーツーリズム問題になっている。日本人だけが戻ってきてない。おらへんかったなクタエリアっていう、もともと日本人が多かったエリアに行くと、日本人ほとんどいないんですよ。だけど昔すごいいたので、我々、店員さんから、バリ人から、日本語で話しかける。こんにちは。社長、安い、見てて、みたいな感じで、日本人来たんで喜ばれてね。そうやな。日本のどこからとかなんかな、いろんなな。でも今や、インド、韓国、中国なんかがほとんどで、なかなか日本人は少なくなってきているという現状がある。そうやね。すごい寂しい気持ちがあるので、円安とかに負けずですね、ぜひ海外に出るというのをやっていただければなというふうに思います。はい。ということです。それではですね、本日はここがダメ、海外在住者が教える日本のダメなところ5選をお話ししました。もし、面白いと思ったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。また今回の動画は多分賛否いろいろあると思うので、はい。皆さん、いいところ、ここは共感できるよとか、3もいいですし、P もね。ここは全然違うじゃんとかっていうことも、ぜひぜひ率直に教えてください。で、ちょっと書き方だけ、傷つく書き方しないで。よろしくお願いします。可愛いですね、タイミさんは。泣いちゃうから。なので、皆さんのコメントお待ちしています。はい。それでは、世界中でまたお会いしましょう。
さよなら。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.